刻み生姜です。桃屋の刻み生姜を食べた時にすごい美味しくて、再現できないのかなと思って調べて、で再現レシピ出されてる方のも参考にさせてもらいながら、ちょっと変えたりしながらやってみました。すごい美味しいです。まずは生姜焼き。もともとこの刻み生姜に味がついてるので、肉自体につける砂糖とか醤油とかの量っていうのは結構少なめでいいです。味ちょっと濃くなる。で今回試作も通して少なめにしたんですけど、それでもやっぱご飯に合うという意味ではちょうどいいですけど、しっかり味はついてるので、人によってはもうちょい減らしてもいいかもしれないです。いただきます。うまい。めっちゃ味しっかりしてる。ちょっと映像だと薄そうに見えるけど、実際はちゃんとしてる。どうだろう。モニターを確認する限りだとなんかめちゃくちゃ味薄そうに見えるんですけど、超しっかりしてます。これもうまい。桃屋の刻み生姜のところの使い方にレシピ載ってて、ホームページにそのあたりも見ながら、僕の作ったやつでも美味しくできるかっていうのを今回は試してみたくてやりました。やります。うまい。で桃屋のものと比べると生姜の辛みの違いがありますね。あっちは中国のなんかその独特な生姜を選んで使ってるっていう風に書いてあったので、そのあたりと、あとは使ってる油の違いとかもちょっとあるのかなという感じはしますが、向こうの方がやっぱもうちょっとピリッとガツンとくる感じ。こっちはこっちもピリッとはくるんですけど、なんかよりフレッシュな爽やかさが強いかもしれない。自信はない。でもどっちも美味しい。どっちで作っても美味しいけど、卵かけご飯はかなりうまいね。なんなら作ったの全部卵かけご飯でいいと思います。それぐらいうまい。油淋鶏のタレみたいな、爽やか油淋鶏のタレみたいな感じのやつ、唐揚げに乗せました。これも桃屋のところに載ってたやつを参考にさせてもらってやってます。甘酸っぱで爽やかで美味しい。厚揚げに乗せたりとかしてもいいと思いますね。前に油淋厚揚げみたいなのやったけど、そういうのにも合うと思います。この刻み生姜については日持ちをめっちゃさせるっていうことは考えていなくて、手作りですし、その桃屋の本家の方も開封してから2週間後とかっていう風に書いてあったんで、自分で作る以上はそれよりも圧倒的に短くなると思いますし、大体3日とかなのかなという気はします。一応参考にさせてもらったレシピとかも載せておくので、そちらに大体日持ちこれくらいって書いてあったら、そのあたりも参考にしながらっていう感じにはなると思いますが、そんな持たせることは考えてないです。で、桃屋の方は食べた時にすごいバターっぽいというかね、こってりした香りがあるんですけど、最初そういう風にならなくて、でも今回のこの配合、生姜2個に対してごま油小さじ 1.5 の普通の油、僕米油使ったんですけど、それを小さじ7、小さじ7なんで大さじ2ちょい、2とちょっとぐらい入れましたね。それぐらいの配合だと結構いいかもっていう感じで、このまま食べても美味しいです。かなりいい感じ。美味しい。で、一応刻み生姜のオイル漬けっていうと、刻んでそのままオイルにつけて終わるっていうのが基本のものとしてあるんで、レンジでチンしなくてもいいのかなとは思うんですが、参考にさせてもらったレシピどれもレンジでチンして辛みをちょっと飛ばしたりとかしてたので、僕もちょっとやっといた方がいいかなというのと、あとは鶏ガラとか入れるんで、そのあたり溶かす目的もあるし、あと酢の香りもちょっと飛ばそうかなということで、短時間ですがレンチンしてます。それでも生姜のこの辛みっていうのは全然抜けてないし、香りもしっかりあるし美味しいです。作っておくととても便利だし、それ以上にうまい。ほんとご飯、卵かけご飯にのせてもいいし、であとこの後やろうと思ってるんですけど、しらすご飯、
ご飯の上にしらす乗せて、そこにこれをそのまま乗せるっていうのも美味しいらしいんで、やろうかなと思ってます。もう買ってあるんで、しらすは。そんな感じで今日は刻み生姜でした。前にもね、うまくてしょうがねえ的な醤油漬けにしたものをやりましたが、それとはまたちょっと違った感じでうまいっす。爽やかでぜひ。